長岡技術科学大学。その一角の実験室で研究が進んでいます。軸をつけた円柱と後ろにリング。風力発電といえばプロペラをつけた風車が一般的ですが、風を受けて回るのかといぶかしんでしまう斬新なデザインです。円柱だけだと揺れはするんですけど、回りはしないですね。しかし後ろにリングをつけると新たなデザインで風力発電に取り組むのが長岡技術科学大学で生まれた企業パンタレイ。佐藤代表とその恩師の高橋勉教授が2021年に立ち上げた学内ベンチャーです。パンタレはギリシャ語で万物は流転するっていう言葉で、変わりゆくそういう社会の価値観とかにも、常に一歩先を言ったその製品だとかサービスっていうのを提供していきたいなという思いで、こういうパンタレという名前にしました。言葉の通り一歩先を目指して取り組む風力発電。このデザインは国内はもちろんアメリカ、ドイツ、スペイン、オーストラリア、イギリスといった風力発電の先進国ですでに特許を取得しています。風車の原理そのものを思いつくところが一番ポイントで、全くその今までと原理が違う風車なので、十字交差っていうんですけど、渦ができる物体、これがプロペラに相当する部分です。それに対してその後ろ側下流側に別のものを直行する形で置くっていう、これでその渦ができて振動するっていう研究をやっていたので、これを揺れるんじゃなくて一方向にずっと動かしていく、そのために何が必要かっていうのをだいぶやっぱり考えました。縦渦リニアドライブと名付けた構造。風の流れを可視化すると円柱の後ろに渦が生まれていることがわかります。これが円柱を回転させるエネルギーになります。で、後ろここネジが少し切ってあって、ここの、円柱とリングの距離を狭めたり広げたりすることができるようになってます。で、少しここ距離を狭めてあげると、これで止まっちゃうんですね。風が強すぎる際などに回転を制御できる構造です。この構造のメリットが小型化や素材の簡易化、軽量化、それによる静音性と安全性です。大きい風車は海岸線か山の上にしかないんですけども、なんで身の回りに風車がないんでしょうと。やっぱり騒音、安全、万が一の時の恐怖心、そういうものを考えて風車っていうのは身近に存在しなかったんだなと。でこれが本当にみんなが触れる風車、置いといても怖くない風車、逆にオブジェとして楽しい風車っていうものが、この原理であれば世の中に必要とされるものであるなら、それを社会に実装していくための橋渡しというかですね、そういう担い手が必要かなと思いまして、創業を決意したというところです。理論上の1平方メートルあたりの発電量は太陽光が70ワットに対し、パンタレーの風力発電は200ワットです。SDGs の視点などからも注目される再生可能エネルギーとして、現在さまざまな分野の企業と実証実験の話が進んでいます。エネルギーミックスというところが将来的な方向性かなと思っているので、再エネを作れる、そして自分たちで使える、そういう環境を作っていくためには太陽光だけじゃなくて、こういう風車とか、他のエネルギーもあるかもしれませんけど、そういうものを同時に開発していくことは社会的にも意義はあるかなと。まずは企業自治体向けに来年春に商品化のめどをつけたいと考えています。その後は家庭でも設置を実現し、地産地消の発電に、また災害時の非常用電力として、
海外も視野に市場開拓を目指します。我々のはこういう国際特許を取っているので、初めてこういう日本の風車が海外にこう輸出できる新しいそういう産業を我々がこう作っていける可能性がある、そういうふうに思ってます。